獣医の標本室になるんですけれども、すごい小さい部屋なんですけれども、非常にマニアックなものがたくさんありますので、主にですね、寄生虫と野生動物とあと解剖学教室の方で管理をしている部屋になります。とですね、こちらの市川先生の標本になるんですけれども、初めて化学物質でがんを起こしたウサギの耳に黒ひも耳に塗ってたのがコールタールということで、もともと発がん物質とかが入っているので、それでがんができたって、ノーベル賞を逃したっていう非常に素晴らしい努力の末の研究結果だったんですけれども、毎日行ったんですよね。そうなんです。それはすごい大変だったと思うんですけど、ビオリの世界でも有名なストーリーなんですけど、毒生学でも必ずこれを教える話になる。やっぱりすぐ人間とね数えちゃうんで、頸椎7個なんですね。やっぱり人と同じなんだ。多分7個だった。先生あれですよね、人と比べられますよね。すぐ比べちゃう。私たちだと別の動物と比べたりするんですけど。今日はしっかり先生の研究内容とかですね聞きたいなと思ってまいりました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。最初にやっぱり先生のやってる毒生学とかですね、獣医学自体は非常に広く学問としてあると思うんですけども、中でもその獣医学、獣医学の中で毒生学をこうやるっていうのはそんなワンノブの選択ではないような気がするんですよ。やっぱり引きつけられるものがあったんじゃないかなって、そこをぜひ教えてもらいたいなとまず思いました。どうでしょうか。私子供の頃からずっと動物が好きだったんですけれども、なので獣医学部の方を目指すのはなんとなく自然に目指していたんですが、その動物が例えば毒を持っている動物とかが非常に興味が昔からありまして、で毒生学教室がちょうど私が入学してしばらくしてできたんですよね。でその中でぜひこの毒に携わるような研究をしてみたいなと思って入ったのがちょっときっかけではあります。はい、で毒のある動物というのはね、やっぱりちょっと普通にはいかないと思うんですよ。そうですか。人間の好き嫌いの問題だから理由はないのかもしれない。何かきっかけあったんでしょうか。そうですね。そもそもその毒生学教室にいた時に最初にやりたいと思った研究がテトロドトキシンでいわゆるフグ毒だったんです。はい。で先生、スベスベマンジュウガニってご存知ですか。スベスベマンジュウガニ。すみません。ちょっと標本持ってこなかったんですけれども、スベスベマンジュウガニって実はフグ毒を持っているんです。それ冗談じゃないですよ。本当です、本当です。国家試験にも出るぐらい重要な生き物なんですが、そのスベスベマンジュウガニにどうしてフグ毒がたまるのかっていうのをちょっと疑問に思ったのが一つきっかけではありました。スベスベマンジュウガニは、フグ毒をためるんですか。ためます。で実はそのテトロドトキシン自体がフグが作ってるわけではなくて、微生物が細菌が作ってる毒になるので、その細菌が生息している域でテトロドトキシンが体の中に入ってきても毒性がそんなに出ないとためられるんですよ。そうなんだ。でそのことからその毒生学教室で、先生の最初他にもあったのスタールテーマはそこから始まった。始めたいと思ったんですよね。その後、今もいろんな研究されていると思うんですけど、毒生学では今先生が一番注力している、あるいは今後注力したい、主要な研究テーマについて少し今の内容を教えてください。ありがとうございます。私たちの研究室にも柱が2つありまして、1つは化学物質から身を守るための動物の生体防御機構っていうのが動物によって実はいろいろ違ってまして、その種差について研究したいなというふうに思っています。例えば猫だと人間の医薬品にすごい弱いって言われてるんですけれども、それは猫が肝臓で解毒酵素をちゃんと発現してない、働かないからっていうのが分かってますし、いろんな動物によっていろんな化学物質に弱いっていうのが分かっているので、じゃあなぜ弱いのかっていうようなところを研究したいというふうに思っています。
で私たち獣医学部なので、哺乳類はもちろんなんですけれども、鳥類、爬虫類、両生類、魚類全部入ってきますので、そういった広い意味の主査っていうのを一つ調べているところです。でもう一つがいわゆる環境汚染になるんですけれども、例えば農薬であったり重金属類であったりとかそういったところが実際にじゃあどういう毒性を生態の方に出しているのかっていうところを調べているところです。で例えば国内ですと結構環境はきれいになっているというふうに多分皆さん思われるかもしれないんですけれども、まだまだ実は動物で中毒事故が起こったりとかしてますし、あとは今一番懸念されているのが実は途上国になります。で昔の日本で出てた公害みたいな問題が、今まさに発展途上国だと出てますので、我々の教室で海外に、興味がある学生さんとか連れて、海外で実際にフィールドの調査研究をやっているところです。ザンビアに行かれたきっかけは何ですか？もともとザンビア大学の獣医学部と北大の獣医学部って割と強いコネクションがあったんですけれども、教授陣がザンビア大学に行って教えた学生さんが向こうの先生になってたんですよね、その頃になると。でそこに北大の学生さんを連れて行って向こうの先生に教えてもらおうというプロジェクトが立ち上がりまして、で学生さんを連れてザンビアに1ヶ月ぐらい行ってたんですけれども、ザンビア大学の先生といろんな交渉しなきゃいけなくて、でその時にザンビアで今こういう環境汚染があるの知ってるかっていうふうに言われて、なかなかデータも出てこないからお前毒生学専門だったら調べてくれないかっていうお話をいただいたのがきっかけでした。どういう環境汚染がザンビアで一番ひどいんですか？ですね、その当時は結局鉛汚染、亜鉛と鉛の交渉があって、で我々が調査を始めた時にはもうほとんど休山というか活動がほとんどなかったんですけれども、そこになんていうか取った後の廃棄物がですね、結構風に飛んで多分ですね粉塵とかで舞って広がってたと思うんですよ。あと雨季があるので。そうですか。それで今はザンビアで、そうするとそういう仕事をしていると今SDGs とかですね、環境の問題なんだけど、社会問題の解決とか、単に毒生学だけではなくてそういう方向にもなりますよね。先生そういうところも行ってるんです。そういうところにも関わっていいですか？実はザンビアの方で、子どもたちとか、人の鉛の血液の鉛の分析をして、データは出るんですね、我々毒生学なので。で、ここからの濃度は危ないですよっていうこともできるんですけれども、言うだけで解決にならないじゃないかという苦情がですね、学生から出たんですよね。で僕たちは現場に行って向こうの人と話をして、汚れてるのは分かったと、じゃあどうしたらいいかを教えてほしいんだっていうことを言われた時、言葉に詰まるって言われまして、でこれはちょっとやっぱり獣医の毒性だけではちょっと解決できないなと思ったんですよね。でその時に工学部の先生から少しお話をいただきまして、で早速ちょっと工学部の先生と打ち合わせをさせていただいて、じゃあ一緒にやりましょうということになって、でその時に工学部だけでももちろん難しいということで、何人か例えば農学だったり理学だったり情報だったり保健だったりいろんな分野の先生が入ってくださって、あと文系からだと経済の先生にも入っていただいて、やっぱり環境汚染って経済活動と全く切り離すことができないので、そういったところである意味いろんな異分野のチームを作って取り組もうということになりました。本当にそういうところって北大だけじゃないです。やっぱり総合大学の強みで、獣医学部だけでやっぱりできないし、経済学部だけでもできないし、工学部だけでもデータがないとできないので、そういう意味ですごく、北大らしい研究ですよね。そうですね。つくづく思ったのが、まず総合大学であるっていうところが一つ強みですし、もう一つやっぱり北大の先生って頭のどこかでフィールドサイエンスっていう気持ちを持っていらっしゃるような気がします。お声掛けした時にすごく壁が低いというか、皆さんいいよいいよという感じで協力してくださったので、もう一つ僕も先生と知り合っていろいろ情報を交換してもらうきっかけになったのはズービキティとか、いわゆる人の医学と獣医学っていうのはもう少しオーバーラップしてたり重ね合うべき、お互いに得られるんじゃないか。でもそこと直接関係が
部分もありますけど、いわゆるワンヘルスっていう言葉、これはちょっと語ってくれませんか？はい、ワンヘルスというのが例えば獣医から出た言葉ではあるんですけれども、動物の健康を考えた時に動物の健康だけを考えてもやっぱり実現はできないなと。で一つやっぱり人の健康も考えなければいけないし、もう一つ生態系環境の健康も考えて、それが達成されて初めて動物の健康が達成できるということで、もう人と動物と生態系環境の健康を一つの健康として捉えましょうという概念になります。大学ではやっぱり、北大学のワンヘルスセンターができてきて、やっぱり今後リードしなければいけない私たちの北大にとって大きなアセットだったり責任だと思うんですけども、今体制ができてきたと思うんですけど、今後どういう方向性についてもう少しお話があればと思いますが、いかがでしょうか。はい、今そのワンヘルスリサーチセンターの活動ももちろんどんどん進めていくべきだと思ってますし、あと実は私たち研究でこのザンビアの研究を始めた時に、自分たちのこの学部以外ラボ以外の先生方にお声掛けして、すごい気持ちよく皆さんでじゃあやりましょうみたいな声をいただいた時につくづく思ったんですが、そういうラボで学んでる学生さんってさらに先生よりも壁が低くなるんですよね。でもうどんどん学生さん同士でいろんなところを結びついていくっていうところで、なんていうんでしょうか、すごい発展的にワンヘルスってもうネットワークを作ることから始まるんだなっていうふうに思っています。で実際にコラボしてじゃあ何をしますかっていうところももちろん重要なんですけれども、ゴールを決めてこのゴールの達成のためにどうしたらいいでしょうって言った時に、いわゆるワンヘルスアプローチっていう、異分野連携という手法が非常に有効なんだなというふうに思っています。先生本当に楽しそうに研究してて、特に先生が今研究注力してて、あるいは楽しい、学生と一緒にいることが楽しかったり、ザンビアの人と、みんなとても先生にとってはエネルギーになっていると思うんです。今はその中でも特に何か伝えたいことがあれば、学生さんとか研究者に先生を動かす動機みたいなものがですね。今その研究としては先ほど申し上げた2本柱で一つ動物生態防御の主査と、もう一つやっぱり海外の本当に途上国だともう日本ではもう今は考えられないようないろんな化学物質に皆さん暴露されているところなので、そういったところはどんどん、調査研究したいなというふうに思っています。でもう一つしているのが実はその動物が死んだ原因とかも人だと法医学というのがあるんですけれども、もう一つ法獣医学というのを最近立ち上げまして、そういったところをちょっと進めたいな。法獣医学を、でも今もこの年齢で教授ではあるんですけれども、もう今一から勉強してるところです。要するに法医学の獣医学版そうですね。なるほどね。日本はちょっとまだまだ進んでないので、こういったコアカリキュラムとか教科書もまだできてないレベルなので、今一生懸命作ろうとしているところではあります。そういうような、新しい動物、ある意味動物の権利になるのかな。そうですね。動物の福祉に非常に、ワンヘルスともう一つウェルフェアですね。ウェルフェアですよね。でもそうすると法獣医だとその動物虐待で動物福祉っていうのがすごく入ってくるんですけれども、先生総長でもいらっしゃいますけれども、お医者さんでもいらっしゃるので、そういう動物と人との関わりで先生結構ズーベキューティー僕すごい興味ありますですよね。ワンヘルスもそこから興味あって、やっぱり今の社会を構成する新しいのはやっぱりワンヘルスの考え方の方がずっと我々にとって未来があるかなと思う。もう一つはそうですね、少し細かい話ですけども、さっき言った動物の医学と獣医の医学、あるいは地球環境の医学みたいなものを、なかなかそのワンヘルスっていうものを北大で今回できたので、ぜひ学問体系の中に組み込んで、まずは本当にフュージョンサイエンスですよね。さまざまなフュージョンするサイエンスとして生み出していくことができるかどうか、北大がスタートになればいいかなと。やっぱりそういう毒生学から始まってザンビアに行ってワンヘルスに向かうと、非常に大きな流れの中で新しい、人と人間の関係、自然の関係みたいなのを
ということでしょうね。はい、ぜひそれを確立して確立する、ちょっと一端になれたらいいなと。総長と普段例えば北海道大学についてとか、そういう話をさせていただく機会はあったんですけれども、自分の研究についてというのがちょっと初めての機会で、非常に楽しかったです。やっぱりワンヘルスというのが一つキーワードになってきたかと思うんですけれども、北海道大学の方でワンヘルスリサーチセンターを作っていただけることになって、こういうふうに人と動物、そして環境生態というところで頑張ってくださいと言っていただけたのがすごく励みになりました。やっぱり獣医学教室は歴史もね、獣医学として独立したのは昭和になってからだと聞いてるんですけども、北大の農学校以来農学部の中にできてきて、北大のやっぱり歴史的最も伝統ある学部だなというふうに改めて思いました。でその中で飯塚先生のような研究者が出てきていて、でも常に変化してんだなと。やっぱりいわゆる獣医学からもっと広がって、今回もインタビュー見ていただけると分かるんだけども、ワンヘルスの方向とアニマルウェルフェア、融合的な研究、例えばアニマルウェルフェアに関して言えば環境のこともやらなきゃいけないし、それから経済のこともやらなきゃいけないし、建物のこともやらなきゃいけないし、もちろん医学も必要だし、衛生学も個別の学問も必要だけども、そういう意味ですごくやっぱり総合研究大学として特に北大らしさがすごくよく出てる研究だなというふうに思いましたので、やっぱりこれからも非常に発展させなきゃいけないし、すごい可能性のある領域だと思ったことが一つと、やっぱり学んだことからスタートして自分の目指す領域をちゃんと探せる力、課題を見つけて、それのためにどういう学問を作らなきゃいけないかっていうのを探す力っていうのが、それがまさに大学が社会に求められていることなんじゃないかなと、今日飯塚先生を見ても同様のことを思いました。